ですね。はい、皆さんこんにちは。大阪市西区の、ビストロ・デ・シュナパンの、川田由紀です。今日は、チーズインハンバーグですね。フランスのチーズを包みましたハンバーグをご紹介してまいります。はい、まずは材料ですね。合いびきミンチ、チーズは今日は、フランスの、ブリードモ、白カビのチーズですね。卵、玉ねぎとニンニク、今日は、先に、玉ねぎとニンニクはみじん切りにしてソテーして、粗熱を取ったものをご用意してございます。分量のミルクと一緒にパン粉ですね。パン粉の中にミルクは含ませた状態ですね。あとは、ソースの代わり、調味料のソースとケチャップをご用意しております。はい、では始めます。はい、まずは、ボウルに合いびきミンチですね。塩。だいたいハンバーグの、お肉の分量の 1% ぐらいのお塩のイメージ。今日は 300g ですから、3g ですねぐらいまでですね。あとはお好みで増やしていただいたり減らしていただいたりですね。胡椒は 0.2% ですね。ですので、本当に少ない 1g にも満たないようなイメージなので、2回しぐらいで十分かと思います。まずはお肉だけでしっかり練ってまいります。お肉ミンチに、塩を加えて練り上げることで、タンパク質が、しっかり分解されてお肉の粘り気が出てきます。これがハンバーグのお肉のつなぎの良し悪しを決めますので、しっかり、手を抜かずにちょっと手の甲でボウルの底にミンチを押し当てるようなイメージでいくと、よりお肉の粒がしっかり塩と馴染んで、粘りが強くなってきますね。はい、ここには、材料ですね。分量の、卵、分量の、ミルクとパン粉ですね。は、粗熱を取った玉ねぎとニンニクのみじん切りソテーですね。はい、まずは、あとハンバーグの中に加える調味料のケチャップ、ウスターソースですね。はい、こちらもしっかりなじませてまいります。はい、生地がなじみましたので、今度はチーズを包んで成形していきます。はい、まずは生地を手に取りまして、本日のブリーチーズですね。しっかり真ん中に包み込んで、まずはボール状にで、しっかり空気をキャッチボールするような感じで抜いてまいります。はい、真ん中を少し押さえて、はい、ではハンバーグ、こちらの生地を焼いていきます。それでは、続いてハンバーグを焼き上げていきます。成形してそのまま焼いていただいてもいいんですが、中のチーズが溢れ出したりお肉が砕けたり、ちょっと焼く時にコツがいりますので、ちょっと不安だなと思う方は、
この成形後、だいたい冷蔵庫で、30分か1時間ぐらい寝かせていただければ、よりお肉の、生地が安定して焼きやすい、仕上がりになりますので、不安であれば、寝かしていただいて、そのまま、焼いていただいても結構です。仕上げていきます。ではフライパンを温めて油を少しなじませますね。はい、なじみましたら卵を加えます。そうですね、だいたい中火から、強火の間ぐらいで、だんだん少し煙が上がって、音ですね、ジュージューという音がしているぐらいが目安ですね。ちょっと煙が多くなってきたなと思ったら、ここで急に、弱火ぐらいに今温度を下げます。その間に焼き色も注意深く見ていただいて、はい、いい焼き色ついてきましたね。ではひっくり返します。そうですね、特に今、円盤型のチーズですね、本当にハンバーグ入れるときに、しっかり向きを整えて加えていただかないと、チーズの角が出たりすると、そこから溢れ出したりもしやすいので、成形しながらチーズの位置もしっかり真ん中に、入るようにしていただいて、特にね、あとはもう本当にチーズね、お好みでこのブリ以外にもミニカマンベールとか、とろけるチーズとかそういうのを加えていただいても結構なんですけど、やっぱり中から溢れ出ちゃうのがね、一番失敗のなりやすいところなので、そこだけちょっと肉の中に包み込むところから慎重にやっていただくのがいいかと思います。はい、そして両面焼き上がりましたら、中まで弱火でゆっくりと火を加えていきます。で、大体10分ぐらい目安で。はい、大体10分ですね。蓋の中で弱火で焼き上げた状態ですね。はい。では、このままもうフライパンの中でソースを仕上げながら、絡めていきます。ちょっとね、お肉から脂が多めに出てますんで、油だけを捨てるような感じですね。はい。で、鍋底にはお肉の旨味ですね。黒くない程度の茶色い焦げ、この辺も旨味になりますので、残していただいて、はい。まずはここに赤ワインですね。赤ワインだけで、沸騰させていきます。沸騰させて、しっかりアルコールを飛ばしてください。アルコールが飛んでいない状態だと、召し上がっていただいた時に酒臭くなっちゃいますので、ここはしっかり沸騰させてください。はい、しっかり沸騰してアルコールが飛んできましたので、デミグラスソースですね。ご家庭なかなかね作るの難しいので、缶に入って売ってたりしますけど、ちょっとご用意していただくとソースに深みが出ます。ウスターソース分量ですね。はい、ケチャップですね。しっかり沸騰させて煮詰めていきます。
ソースを上から少しかけていただきながら、表面が乾かないように仕上げてください。はい、赤ワインが煮詰まってとろっとしたソースらしい状態になってきましたね。照りも出てきました。これぐらいが目安ですね。はい、ここで火を止めます。はい、ではお皿に盛り付けて、お好みで黒胡椒ですね。中身ですね。チーズもしっかり温まって美味しいハンバーグが出来上がりです。そうですね。表面も白い膜が覆われたブリーチーズですので、あまり溶け出さないような安定感があります。ありがとうございます。結構ね、チーズも旨味のある、そのまま食べても十分美味しいチーズなので、そこと美味しいハンバーグ、絶対に美味しい組み合わせですね。ありがとうございました。